おはよう、レイ。おはようございます、トウコさん。あれから何か見えたりした？見えないよ。本当だよ。何か聞こえた？なんか、ごちゃごちゃ言って聞こえるときはあるけど。ごちゃごちゃ？一人の人？それとも大勢？大勢。男の人も、女の人も。誰か知ってる人っている？多分いないと思う。レインは空から聞こえるって言ったけど、空には何があると思う？空気はあるよね。そうね。他には？雲とか、太陽とか、星とか。携帯電話やテレビの電波って知ってる？知ってる。無線で送られてくるんだよね。そう。空を飛んでるの。その声が聞こえるの？私。そういうイメージから作り出されたものかもしれない。そういう病気があるの？あるわ。妄想っていうの。神経症とか精神分裂病とかの症状で、簡単に言ったら気にしすぎたりストレスとかでそういう妄想を抱くこともあるわ。ただ大抵の場合、自分にある程度関係したことが聞こえるの。例えば自分の悪口とか。被害妄想？そう。レイは勉強しちゃったんだもんね。いいわ。勉強ついでに教えてあげる。妄想の定義ってね、内容が誤っていたり、その考えの発生根拠が客観的でなかったり、簡単に言うと、間違ったことを自分の中ではそれが正しいって信じ込んでいる状態なの。レインの感じだと、自分がそう感じたかもしれないって言ってるけど、確信してない状態は妄想とは言わないの。専門用語だけど、念慮っていうの。燃料？まあ、その言葉は忘れてくれてもいいわ。さっきも言ったけど、大抵の場合、それは自分に結びついたことなの。あんまり関係ない妄想ってないのよ。妄想じゃない？基本的にそうね。ただ、妄想にもいろいろ種類があって、無理やり当てはめようとすると、何とでも当てはまっちゃうのよ。自己の過小評価をなくすために、クライアントに自信を持たすように話を進めた。未だに表情の動きは乏しく、冷たく硬い表情を示しがちだが、あくまでパーソナリティの範囲であると理解できる。知的なクライアントであるため神経を使うが、理解力が高いため効果は期待できそうである。当てはめると
何になるの？そうね。影響妄想って言って、何かに影響されているって感じる妄想かな。ラジオやテレビや携帯電話に影響を受ける妄想。加えて、その影響で皮膚を触られる、撫でられる、電気が走るとか、体に感じる幻覚を同時に起こすこともあるの。レインは何かに触られてるって感じたことがあるって言ってたよね。うん。妄想じゃなくても、セネストパチって病気も実際あるし、そう、それからレインは自分が自分でないような気がするって言ってたわね。それは虚無妄想といって、自分が空虚で存在しない、世界も存在しないと思う妄想にも当てはまるわ。これは自己を過小評価することから来る妄想ね。自己を過小評価？自分のことをなんてつまらない人間なんだとか悲観的に考えることよ。さっきの被害妄想も同じ種類の妄想なの。いっぱい病気なんだ。私。まだあるわ。もういいよ。新規妄想って言って、自分に特別な病気があるって信じる妄想。自分が病気だと思っちゃう病気なの。本当は病気じゃないのに。先生はね、レインの問題の多くはこれじゃないかって思うの。本当は病気じゃない病気？そう。自分に自信がなくて、ちょっとの不安が怖い夢と一緒になって病気って思い込んでる。治るの？そうよ。だって本当は病気じゃないもの。ごめんね、脅かしちゃって。でもね、中途半端な知識で考えると、精神医学はどうにでも取れちゃうのよ。病気にできちゃうの。大抵の人は本人や周りの人が普通に生活できなくて困ってお医者さんに来るから病気として治療するの。その時にどうやって治したらいいかを判断するための基準でもあるの。だからレインのように普通に生活できている人は病院に行かなかったら病気にはならないの。今日保健体育の授業でちょっとエッチな話で恥ずかしかった。京子ちゃんとかニヤニヤして私に話しかけてくるし、男子たちははしゃいでいた。ともくんも男子だからきっと一緒に騒いでいたと思うと、ちょっと嫌な気持ちになった。たとえそうだとしても、今の私には信じられない。いつか自然に理解できるようになる？そうだ、瞳子さんに聞いてみよう。先生ならお医者さんだし、恥ずかしくないかな。でも、変態みたいな目で見られたらどうしよう。やっぱりやめとこう。
父さんはこの頃妙に帰りが早い。学校のこととかいろいろ聞かれるから、ちょっとお父さんが嫌いになった。お母さんはこの頃あんまり文句を言わなくなった気がする。私が変になったから気を使ってくれてるのかな。なんか惨め。このところ何にも見えなくなった。ひょっとしたら私治ったの？そうならすごく嬉しい。お父さんもお母さんも瞳子さんも喜んでくれるかな。もう日記なんてつけたくない。今日起こったことなんて、特別なことなんて、あれだけだし。もう見たくない。なんであんな自分が思い浮かぶんだろう。もう何ヶ月も経つけど、きっとまたって思っても、ちっともなれない。こんな夢を見なくなりたい。普通になりたい。今日、お父さんがコンピューターを買ってきてくれた。学校を休むときは、これで通信教育を受けなさいだって。レインはちゃんと勉強してるのに。テストだってちゃんと受けてるのに。通信教育って一人ぼっちな気がして、なんか寂しい。この頃、京子ちゃんもあんまり口を聞いてくれない。私の気のせい？でも、買い物とかも、まゆちゃんとかと言ってるみたいだし。私、嫌われちゃった？京子ちゃんは私といる時よりも楽しそうだもの。もう学校に行きたくない。でも、怒られるのも嫌。風邪で熱が出て今日も休み。もう3日も休んでいる。きっと学校のみんな、またズルしてるって思ってる。だから誰も来ないし。私、嫌われているもの。
嬉しい。京子ちゃんやまゆちゃんがお見舞いに来てくれた。よかった。嫌われてないんだ。心配してくれてるんだ。早く風邪を治して学校に行きたい。ノートのお礼に京子ちゃんとまゆちゃんをケーキ食べに誘いたい。でも、喜んでくれるかな。今日歩道橋ですれ違った女は俺のクローンだ。俺は組織に育て上げられた人間だからわかる。彼女は俺だ。多分彼女も気づいたはずだ。俺には分かっている。俺たちがそれを確認し合ったらこの世の中狂っちまうしな。